はいどうも、アンスキーです。今回はですね、またまた高校生が一人で台湾に行っていきたいと思います。前回はですね、高校生で初海外、初飛行機一人旅ということで韓国に行ってきましたが、前回は2023年の5月ですね。で、こちら今回台湾に行くんですが、7月の28日から8月の2日まで行ってまいります。この飛行機は台湾桃園国際空港に着陸しました。ピーチという LCC で羽田空港から乗ってますけど、桃園国際空港という台湾の台北から少し離れた先の空港に到着しました。でもっと飛行機の様子を見たいという方はですね、前回上げたピーチに載っている動画があるので、そちらを見ていただければいいかと思います。入国審査の道では日本企業のパナソニックという文字が見えます。軽くフードコートがありますね。空港から街の中心部までエアポート急行で直行します。最近できた路線だったので、車内も非常に綺麗ですね。台北駅到着しました。モスとマックが並んでファミマもあるので、なかなかこれは面白いんじゃないかと思いますけど、ここから観光名所の台北101というところに行きまして、2月台列车往象山、马光距象山。こちらちょっと片言の日本語の案内があるんですけど、展望デッキは思ったよりは広くはなかったのですが、多くのお店があってお土産とかも買えたので良かったです。この何やら大きな球体みたいなものは台風や地震から守ってるらしい。ベビーカステラみたいなものを買おうと思ったら、間違えて冷たい豆腐の入った甘いものも注文してしまったみたいなんですが、ちょっとこれは想定外でしたね。冷たくてちょっと甘い感じです。ここでちょっと気になったんですが、日本のファミマの入店音みたいに台湾のファミマにはオリジナルの入店音がありました。
日本の商品も売ってて、おにぎりもあります。はい、コーラのチェリー味を買いたいと思います。こうやって台湾のコンビニ行くと必ずホットドッグとかこんな感じでいろいろ、日本のおでんみたいな感じで必ずこうやって置いてありますね。というわけでホットドッグを作っていきます。これ実は会計前なんですが、開けちゃって大丈夫なんです。ボックスを出して好きなソーセージを取ります。片手でやってるので大変ですが、ソースもついてていいですね。というわけで北上大飯店と書いてあるシティホテル台北という名前らしいです。やってきました。はい、ただいまチェックイン無事に済ませて部屋に入りましたが、ドアが閉まらないという事態が起きて、下のフロントでちょっと言ったんですけど、と思ったら一応閉まるようにはなってたみたいです。なんですが、この部屋予約した部屋とサイトに載ってた写真がちょっと違くてですね、フロントに行ってちょっとなんか迷惑客みたいなクレーマーみたいになってるんですけど、やっぱりちょっと嫌なのね。フロントに行って20分ぐらい英語と中国語を使って翻訳アプリで交渉したんですけど、そしたら今日だけはこの部屋使って明日から違う部屋で OK だよっていう風に言われたので、来たーって感じで使えます。この部屋で一晩過ごしたんですけど、朝起きたら違う部屋の日本人家族の声が聞こえてきて、廊下ですごいもう朝出発前なんでしょうか、なぜか喧嘩してるのがすごく聞こえました。でも不満は特にはないですね。すごい全然昨日泊まった部屋とは全然雰囲気が違くて、今回こちらが交渉で、頑張ってゲットした新しい部屋です。そしてドアも鍵だったのがタッチ式のカードキー、よくあるホテルのカードキーに変わりました。すごい風呂も綺麗だ。お風呂とトイレも、ウォシュレット付きらしいんですが、このウォシュレットなんかボタンを押しても全く起動せずに多分使えない偽物でしたね。トイレは本物なんですけど、普段全然使ってないので、そもそも使い方がよく分かってないんですけど、全然 OK ですね。急に違うホテルみたいな高級感があって良かったです。窓からの景色がこの前行きました台北101がなんと見えますね。こちら台湾の限定バーガー、マッシュルームバーガーですね。こちら実食していきたいと思います。そしてこの横にあるのはタリゾ、私が泊まったホテルの横の横ら辺にあったタピオカ店です。閉業まさかの1分前に行っても快く引き受けてくれたっていう、優しいお店ですね。ではいただきます。まずはマッシュルームバーガーから。面白い。なんかこの入れ物があれだな、
ポテトみたいだ。そしてお肉、はい。おお、中身をちょっとだけ見ていくと、そうですね、これがキノコですね。で美味しいのか、チーズとレタス、そしてこれは天湾パティ、薄いビーフですね。お、開けてみるとこれいい匂いだ。すごい、なんか匂いを嗅ぐともうキノコって感じですね。キノコにマヨを塗ったような感じでは、いただきます。美味しい。はい、ちょっと2かじりぐらいしたんですけど、中もううっすら黄色いっていう、これはもうあれバターをたっぷり塗ってるね。いや、うまいですよこれ。これキノコが苦手な方もいけますね。このチーズがいい感じに交わって、キノコのなんですか、嫌味っていうのをちょっと消してますね。はい、それではいい感じにがぶりついてきたところで、このタリゾオリジナルハーネスとベラーですね。これそういうことですね。はい、こちらもタッピーですよ。中身が何かは分かりません。注文するときにシュガー何%かと、あと氷がどんぐらいかって聞かれましたね。氷シュガー最初70%、おスイートって言われたんで、まあ半分 50% にしておきました。で氷はリトルって言ったんですね。いや、いただきます。はい、大事なこと忘れてました。こちらのウーロンティーの料金ですね。これごめんなさい、ここに書いてましたね。何ティーでしょう。ちょっと今編集で出します。台北のなんとか店って書いてあるので、これ多分チェーン店ですね。だからうまい。マッシュルームバーガーはなんと500円550円ぐらい。正式な値段はね、今見てみますね。ここで軽くホテルの紹介です。はい、1人なんですけど、トリプルツインルームですね、本当は。でトリプル、ここにも、はい、なんとベッドがあります。そして外、あんまり夜景っていうのはもうほぼ見えないんですね。でなんとか銀行が見えます。はい、そしてこのバッグもこのバッグは安かったですよ。100円でした。日本のマックで売ってないこのいいバッグですね。ホテルの前の道に来てます。東京なんてね、マッサージかな。すぐ近くにセブンが。すごい立派なビルがあります。何でしょうか、これは。よくわからない。博物館みたいな感じでした。もう少し先に行くとゲーセンっぽい、すごい黄色いトイストーリーって書かれた機
械がいっぱいずらっと並んでるんですけど、日本のよくある UFO キャッチャーっていうよりかはなんか小型でいっぱいあるような感じでしたね。それではホテルの近くの最寄り駅から進みまして、今度は昔日本だった時の建物が多く残っているというわけなので、現在も使われているらしいんですが、台湾総統府という首相、日本でいうと首相官邸みたいな場所にやってきました。これもなかなか貴重ですよ。台湾の首相みたいな立ち位置の総統という方がですね、中で職務中ということもあって警察官がもうライフルむき出しで警備してたんですけど、これ写真撮っても撃たれないかなっていうちょっと気持ちで撮りましたけど、何も咎められませんでしたね。危ない。続いてはこの総統府から近くにある適化街というこれも観光名所ですね。すいません、全くここ動画撮ってなくて、もうすぐ帰っちゃってテスラのタクシー呼びました。台北駅にまた来まして、すごい長い地下街みたいなのがあって、そちらでまたゲーセンを発見しました。このゲーセンはすごいしっかりしてますね。そしてラーメンを食べました。そこから1時間ぐらい電車に乗ってジブリの千と千尋の舞台とも言われる9分という場所にやってきました。駅前の広場みたいなので今なんか演奏がされてるみたいなんですが、ここからタクシーに呼んで山の方に進みたいと思います。LINE タクシーというので配車したんですけど、そのドライバーの方が日本語が話せて、前に日本の八王子に住んでたよみたいな話をしてくれました。コロナ前は日本人多かったらしいんですが、あまり見ないようですね。このファミマは日本でおなじみの入店音が鳴ってます。そして今夜の7時半ぐらいなんですが、水もちょっと高いかなっていう感じですけどね。そして今夜の7時半ぐらいなんですが、8時ぐらいにはもう閉まっちゃいますよって言われて、ちょっともうちょい早く行けばよかったなっていうふうに思いましたけど、もう仕方ないですね。人通りの多い道にもすごい、ここも景色良くてみんな写真撮ってましたね。でもやっぱりまだ明かりはついてたみたいで、お店も何個かやってたんですけど、結構もうシャッター閉まっちゃってて、タピオカ飲んだんですけど危なかったですね。買いました。これがもう千と千尋に出てくる、ちょっとそれをモチーフしたような感じで来ましたよ。ここが9分、結構山奥にあるんですね。でここで写真撮ってたんですけど、日本人カップルの2人が、写真撮ってたらですね、すごい綺麗に撮れてますねみたいに言ってきて、日本人いると思ったんですけど、その後にTake a picture please みたいな英語で話しかけてきて、これ外国人だと思われてるぞと思いましたけど、 OK その2人の写真を撮って、日本人なんですかっていうふうにカップルに質問したんですけど、みたいな感じでそこでやりました。すごいな、これなんか洞窟みたいな、すごい狭いんですけど、もう人一人がやっと入れるぐらいのところ、なんか道があったんで入ってみましたけど、もう人通りの道にガンガン清掃の車が入ってきて、すいません、写真ばっかりなんですけど、これ帰りのバスからの景色で、これも綺麗なんですけど、9分から、台北のホテルに戻ろうというわけで乗ってたら、急ブレーキかけて前の車にぶつかりそうになりました。外国人も多く乗ってたんですけど、みんなびっくりしてましたね。その後はもう何もなかったように進み出しましたけど、そこから台湾3日目、なんと熱を出してしまいました。
この日は全く歩けずにタクシーで日本の薬が売ってる薬局を探して行ってまいりました。そしてこれ夕飯は夜10時半にマックのナゲットを注文しました。こんなわけで3日目はホテルにこもってましたが、4日目は台湾新幹線に乗って首都の台北から端っこの方にあるカオシュン、日本語読みで高尾って書くんですけど、カオシュンに向かいます。まず着いたらメイリーダオ駅という日本語読みでビレート地下鉄で来ました。ここは世界でなんと最も美しい駅の第2位になってるみたいなんですけど、写真撮ってもらえますかみたいな感じで声かけられましたね。ラオちゃんっていう名前のミルクティー屋、すごい有名な場所なんですけど、こちらでこのなんか揚げた餃子の皮みたいな中に卵焼きが入ってる、なんか揚げたみたいなものを買いましたね。このレジでお会計してる時に日本人っていうのが周りの人にバレて、なんかすごい一人のおっさんが言ってきて、お金あげるよっていう感じで中国語で話しかけてきて、でタトゥーの入った店員さんなんですけど、その店員さんがもらっちゃダメだよって言ってきて、すごい優しい店員さんでしたね。なんか多分もらったらどこか連れて行かれてたのかもしれないけど、でもそういうのは一応受け取らないようにしましょう。はい、そしてこちら屋台がもう道に多くある、昼間から人が、多かったんですけど、夜市、まだ夜じゃないんですけど夜市にやってきます。ここもなかなか有名らしくて、タピオカとか台湾ジーパイですね、あと台湾ジーパイとか揚げ物が多く、ジーパイ買いました。カットしてくれてよかったです。そしていきなり新幹線の車内の画像なんですけど、もう日本の新幹線とほぼ同じで、中身が本当一緒でちょっとびっくりしましたね。こちらは高尾駅近くにある三宝宮と呼ばれるお寺のような場所です。なんと今から300年前に建てられたものらしくて、すごい歴史があるみたいです。中では参拝してる人も多くいましたね。ここでちょっと面白いエピソードがあって、翻訳アプリで礼拝方法、参拝方法を教えてくださいっていう風に翻訳して、おばちゃんのスタッフに見せたんですけど、ちょっとなんかびっくりした顔されて、大丈夫みたいな最初されて、すごい他のスタッフを呼んできて、で結局そのおばちゃんが参拝方法すごいみっちり、多分30分ぐらいかかったと思うんですけど、すごい時間かけて教えてくれて、こんな風にやるんだよっていう風にみっちり教えてもらったんですけど、怖くてちょっと逃げました。翻訳アプリに参拝方法教えてくださいっていう風に書いたんですけど、本当はそれ後で見てみたら、私を批判してくださいみたいな風に間違って翻訳されて、だからこんな驚いたのかっていう風に後から思ったんですけど、ちょっと大丈夫かと思って、なんか日本最高みたいな言われましたね。逃げちゃったとか言ったんですけど、ちゃんと一応参拝はさせてもらいました。そのまでの工程がガチすぎて、そこはできなかったです。すいません。はい、ホテルの近くにやってきました。台湾のマックはなんかベルトコンベヤで作ったハンバーガーを移動させてましたね。すごい、これ画期的だ。食べます。いただきます。うまそうなマッシュルームハンバーガーです。日本のマックのバンズとはちょっと違うのかもしれない。すごいマスタードソースみたいなのが入ってて、肉も割と意外と分厚いですね。トマトも入って、ベーコン、あとはレタス、あとはこれは台湾多分限定品ですね。スイートポテトって書いてありますけど、さつまいもポテトすごい美味しかったですよ。これもあとは台湾といったらこのコーンポタージュが有名らしいんですけど、よく台湾人の人はコーンポタを飲むそうですね。マックのこれもなかなか美味しいですよ。
最終日、もう4日目5日目、国立故宮博物院というでかくて綺麗な建物でした。この近くにある駿河街で、なんか夜市の近くにある台北駅から近いですね。台北駅から近いところで胡椒餅が売ってたので、これすごい有名らしくて家族で作ってましたね。これが本当に美味しかったです。そこからタクシーの運転手がおすすめしてた中世記念堂というところにやってきました。ここも写真だらけですいません。ここはちょうど中に入ったらディズニー店もやってました。これはだいたい900円ぐらいしてチケットを払って入ってきました。はい、いきなり飛行機に登場する動画になってますが、帰りもピーチ東京羽田空港便に乗って帰国したいと思います。前回上げたピーチの動画の方にも詳しく載ってますので、ぜひそちらの方を飛行機マニアの方はぜひ見ていただければと思います。今回の席はエコノミーで行きましたけど良かったですよ。そして帰ってきました。おなじみの羽田空港。はい、こんな感じで今回台湾旅行、前の韓国とは違って弾丸ではなく3泊4日の旅となりました。また一人で行っちゃったんですけど、また次回も一人で、もう結構前の方から予約してあるので、そちらの動画もお楽しみいただけたらと思うんですけど、今回やっぱりいろいろまた韓国とは違った感じのアジアの雰囲気が出てて、もうとっても楽しかったです。一人旅の楽しさもあるんですけど、やっぱり飲食店とか入ってみるとちょっと悲しい感じになってくる時もあるんですけど、これも一人旅のなんかいいポイントかなっていうのも思いますね。ぜひ一人旅も悪くないんじゃないかなって思うんですけど、やっぱり友達とかと行くのが一番楽しいんじゃないかなって思いますね。はい、というわけで、今回の動画は長くなっちゃったんですけど、ここまで見ていただきありがとうございました。またこんな感じでいろんな旅行の動画を出していくので、よかったらチャンネル登録の方もぜひお願いします。グッドボタンもよかったら押していただけたら嬉しいです。というわけでさようなら。重ねまして本日のご搭乗誠にありがとうございました。Seatbelt sign.